サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。やってしまいました。まさかのね、ちょっとぶつけたらね、引っ張りバネが伸びてしまって、ポロリをやってしまいました。幸いにもね、チャンバー部分はね、無事だったので、今日はその修理を行っていきます。そしてね、まさかのパッキンがね、溶けてもグダグダになっていたので、そちらの修理も合わせて行っていきます。そして修理にあたって一旦全部ね取り外しを行ったんですけれども、このフランジからエキゾーストマニホールドに続いていくね、この入り口のところですね、ここがね狭いことが判明しました。左右のねこの角のところですね、ここが黒くなってるのが見ていただけると思います。そしてこのパッキンもなぜ溶ける素材で作ってあるのか疑問ですが、こちらの方も修理を行っていきます。リューターがあればいいんですけど、持っていないので、このね、ダイソーのヤスリで、削っていきます。素材がアルミでできているので、結構ね、削りやすいですね。こういう作業をやっていると、電動工具でね、ウィーンとこう削っていきたくなるんですけど、それでも地道にね、ヤスリで削っているところです。どうですかね。口元のところがね、削れているのが見ていただけると思います。そしてね、反対側もね、こんな感じで口元のところが削れているのがね、今ピカピカしているところですね。ここが削った部分になります。そしてね、このちょっと奥のところ、ここですね。この部分もね、段差になっているので、この部分もね、合わせて奥の方まで、削って滑らかにしていきたいと思います。それでも30分ぐらい削っていましたね。それでは排気ポートの形に合っているのかどうか確認を行っていきます。ノギスで測るとちょうどね、横幅が20ミリですね。この幅に合っていれば削るのは終了となります。このフランジのところに排気の汚れがね、黒くついていたので、その部分をね、全部削り落としたんですけれども、ちょうどね、20ミリで良さそうですね。さあ皆さんどうですか。結構中の方までね、滑らかに削ってあるのが見ていただけると思います。本当は鏡のようにね、ピカピカに磨き上げたいんですけど、ヤスリの関係もあって、これでよしとします。続いてパッキンの修理に行くんですけれども、見てください、このパッキン。もうすっかり溶けてね、もうなんかネトネトというかね、もうベタベタした感じになってるんですよね。これではもう再利用するわけにはいかないので、新しいものをね、作っていきたいと思います。それで何でパッキンを作ればいいのか、考えていたんですけど、熱に強いもので、このサイズのものということで、アルミテープを使ったらいいかなということで、このようなね、アルミテープ以前に買ったものがありましたんで、こちらでね、パッキンを作っていきます。このアルミテープも2年ぶりぐらいですかね、使うの。本当にこういうね、道具とか素材ってね、いつ何時ね、役に立つかわかんないですよね。買った時にはね、まさかね、こんなチャンバーのパッキンに使うとはね、想像すらね、しなかったんですけれども、本当にね、このアルミテープがあってよかったなと思いました。そしてね、今ご覧になっているように、すべてね、現物合わせで作ってるんですけれども、この剥ぐ作業って意外とこれストレスなんですよね。特にね、こんな風にこう切ってしまうと、裏の剥離紙を剥ぐときにね、もう爪でね、角のところをね、こうちま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 とね、巡っていかなければならないので、意外とね、こういう作業って細かくてストレスですよね。作業自体は、このようにね、パッキンがちょうどいい大きさになるまで、同じことを繰り返して貼り付けていきます。フリーハンドでね、切ってる割にはね、結構均一にね、上手に切れてるみたいですね。そしてね、このエンジニアさんのこのハサミはね、本当に力があってね、具合がいいですよね。こんな風にね、サクサクとね、力強く切っていくことができます。そしてここでね、驚くべきことにね、ガーミンのスマートウォッチが、ストレスをね、感知して教えてくれるんですよね。今ね、文字が流れてるんですけど、ストレスを感知しています。深呼吸をしましょうと。そしてね、ここで画面をタッチすると、
バイブでね、深呼吸するタイミングまで教えてくれるっていうね、非常にね、高性能な時計なんですよね。このガーミンのね、スマートウォッチのいいところは、バッテリーがね、1週間ぐらい持つのと、それとですね、時計の裏側がね、緑色の光がね、ピカピカ光っていて、心拍ですとか、活動をね、24時間計測してくれてるんですよね。そしてね、ストレスも感知すると、教えてくれるというね、非常にね、便利な機能を持っています。話はそれてしまいましたが、アルミテープを適切な厚みに巻くことができましたので、これでパッキンを OK とします。そしてこの引っ張りバネなんですけど、1本ね、もうすっかり伸びてしまいましたので、カインズホームでね、同じようなバネを買ってきました。標準の引っ張りバネは、ちょっとね、引っ張る力が弱いかなというふうに思いましたんで、同じ長さのもので、倍ぐらいのね、引っ張り強度のあるものを買ってきました。そして、引っ張りバネのね、引っ張る力をさらに強くするために、車のオイル交換をした時にね、もう使用済みのドレンボルトのパッキンがあったので、これがね、ちょうどね、いいサイズだったので、これを2枚挟み込んで、引っ張りバネで装着することにしました。アルミテープで作ったパッキンはね、チャンバーを抜いた時に、このメス側の方にね、残ってしまったので、ちょっとね、映像では映ってないんですけれども、ここでね、アルミテープのパッキンも装着された状態となっています。このチャンバーね、アルミでできていて非常に軽いので、これだけね、引っ張りバネで引っ張っていれば、先端部分はね、固定しなくてもいいかななんていう気持ちになってきましたね。引っ張りバネがある程度ね、振動をいなしてくれたり、それとね、変なサポートアームがない方が見た目かっこいいかななんていうこともね、考えて、しばらくね、この状態で様子を見て使ってみようかなというふうに思っています。それではエンジンをかけて、排気ポートの研磨のね、結果がどうなったのか試していきたいと思います。さあ皆さんどうだったでしょうか。私の実感としては、中速域からのね、上がね、もたつきがなくなって、一気に回転が吹き上がっていくようになりましたね。そしてアクセルをね、戻した時にもね、非常にエンジンがスムーズに回転するようになったなという感じがしています。そして今ね、ご覧になっていただいているのは、ハンドルブレースのね、改良型ですね。以前の動画ではこのネジの部分にね、防振用のゴムを入れてたんですけれども、このハンドルパイプの部分に、防振用のゴムを巻きつけて、固定するように改良してあります。またどこかでね、動画で紹介できたらいいなというふうには思っています。そして今回まさかのポロリからの回収修理となったんですけど、アクセルのね、レスポンスも非常に良くなって、スムーズにエンジンが回転するようになりました。そしてこの後ね、静音化っていうのも考えたんですけど、このレーシーなサウンドにね、ちょっと惚れ込んでしまいまして、しばらくね、この排気音を楽しんでいきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんからのチャンネル登録やコメントが動画作成の励みとなります。応援
よろしくお願いします。